こんにちは。お元気ですか？今日は12月31日の水曜日ですね。2025年の大晦日でございます。なので、サービス業とか以外の方はね、もう何日か前からお正月休みに入っているかと思うんですけどもね。なんとなく大晦日の日って感慨深いというかね、一年が終わるなーっていう気分になりますよね。とはいえ年々その大晦日感というかね、この一年の終わりの集大成だみたいな、そういう感覚が薄れてきちゃって、なんていうか一年しみじみ思い返すタイミングを逃したまま平行移動するように年が明けてしまうというかね、時が流れるスピードの速さに物理的な自分という体が追いついてないみたいな感じで、なんかね、置いてかれちゃうんですよ、時間のスピードに。なので、でもね、ちょっと区切りは絶対つけた方がいいなって思うので、2025年こんな年だったなーなんていうのをね、今日は無理やりちょっと考えたりとかしました。何やってたかっていうと、特別なこと今年は全然しなかったですね。新しいことを始めてみたとか、そういうのが一切なかったです。去年2024年の後半からね、私の場合は、雇われずに自分一人だけでどうにか収入を得るっていうのを始めてから、とにかくお金を生活費以上の収入を得るっていうのをね、毎月目標にひたすら頑張ってきたというか、だから悪い言い方をすると脳死状態でひたすら決めたことを頑張ってきたっていうのはありますね。そういう意味では、頑張ったといえば、もしかしたらかなり頑張ったのかもしれないですけど、脳死でやっちゃった分頑張ってないというかね、そこが怠惰だったかなっていうふうに思う部分もありますね。脳死でやってるだけではいけないと思って、もっと考えていろんなことをやらなければと思いつつも、でもこれをやらなければみたいな目の前のやるべきタスクに追われて、なんかでもみたいな感じの綱引きがいつも頭の中で起こってて、結局は脳死でひたすら頑張るっていうことがね、それの方が結局楽なので、脳死で頑張るってやっぱ怠惰だと思うんですよね。でも結局はそれを続けてしまったっていうのがね、ちょっと今年の反省点ではあるけれども、でも1年目はこういう感じでいいのかなっていうふうにも思ったりしますね。1年目っていうのは、雇われずに自分一人だけでお金を得たいっていう、なんていうの、今年が一応、去年の後半からは始めてましたけども、一応今年はね、個人事業主としての届け出も出したし、結構しっかり覚悟を決めて、もう自分だけで収入を得るわって覚悟を決めてやったつもりなので、そういう意味では1年目かなっていうふうに思います。来年はね、収入を得るっていうことを、目先の収入だけにね、とらわれずにというか、たとえお金になんなかったとしても、いろいろあれこれ頭で考えて脳死じゃなくていろんなことやっていきたいなっていうふうに思います。で、場合によって、もう、なんていうの、また貯金切り崩し生活とか、全然お金が稼げないとかね、本当そういう状態であったとしても、一応ね、2025年のこの1年間は貯金はマイナスになってはいません。ちゃんと毎回毎回生活費ギリギリだったりも結構しましたけども、生活費をカバーできるくらいは結果的に毎月平均的にね、毎月収入は得られていたと思うので、だからね、人生は長いので、なんていうのかな。一応、今現在、ギリギリの状態ではないので、次の年、つまり来年、2026年、1年間ポシャっちゃっても、いろいろ失敗しても、まだ立て直しは効くと思うので、ちょっと勇気を出して、目先の収入にとらわれずに、いろいろやってみようかなっていうふうに思ったりとかしました。
そんなことをね、今日は一応考えたりとかしました。なんやかんやで、結構体を酷使してこの1年頑張ったから、ちょっと今こう目とかすごい疲れ目とかね、こう視力もめっちゃ落ちたし、慢性の肩こりになったりとか、こう運動不足だったりとか、結構ね、大きい病気とかはしてないですけど、結構こう酷使したよねっていう感はありますね。優先順位がね、健康第一じゃなくて健康第二。一応健康は気をつけてたけど、健康第二で仕事第一にはしていたかなっていうのは思いますね。まあそんな感じで、脳死状態でただやってただけなので、怠惰ではあるけれども体は結構頑張らせてしまったので、まあね、ちょっと来年はもっと、もっとっていうか来年は目先の収入にとらわれずに、失敗覚悟でいろいろやることが大事なんだろうなっていう風な心持ちでございます。まあなんていうのかな、ある程度そういう博打的要素があってもね、いいと思うんで、人生その方が面白いかなって大失敗することも考慮に入れて、まあね、その方がおもろいやろっていうのはあるので、そんな感じですかね。ちょっとどんな感じなのかちょっとよくわかんないけど、そんな感じで、やっていこうかなっていうふうに思いますね。あとはちょっとね、休みを入れてもいいかなって思いましたね。まだやっぱりこう 100% 元気っていうほどでもないので、だいぶ元には戻ってきたと思うんですけど、一回ちょっと休んだ方がいい気がしたんで、ちょっとこうだらーっとするかもしれないですね。知らんけど。で、あとはこのやっぱり定期的にこう言葉を発する機会っていう意味で、このチャンネルはね継続していく予定ではあります。このよくわからんことを週に2回ほど喋るっていうやつですね。それでなんですけれども、私のチャンネルのタイトルチャンネル名が40代のとこちゃんっていうチャンネル名なんですけど、こう言うとちょっと恥ずかしいんですけどこのねチャンネル名がね、私来年2026年に49歳になる年齢なんですね。そうするとそろそろチャンネル名がなんかどうすんのかなっていう感じになってくるじゃないですか。50が見えてきたんでなのでちょっとチャンネル名をね、そのうち変えなきゃっていうわけじゃないんですけど、なんかこう気持ち悪いから変えようかなっていうふうには思ってますね。チャンネル名もそもそもこれ人に見てもらうために始めたチャンネルじゃないので、すごい適当に名前つけて始めたんですよ。もともと私が4年弱ぐらい前か、私がね人生お休み期間で1年間ほどほぼ昼も夜も寝て過ごしてた時期があるんですけど、そこから徐々にね立ち直るというか、社会復帰というか普通の人生活復帰に戻るために、昼間は寝ずに夜だけ寝て、昼間は普通にこう起きているっていう生活をして、ちょっとずつ短期のバイトをしたりとか、単発の派遣をしたりとか、徐々にこう生活を元に戻していった時期があるんですよね。その時期に最初家でねちょっとしたエクササイズを始めて、昼間にね1年間寝てたからちょっと体もなまりすぎちゃってっていうのもあるんで、そのエクササイズがこう三日坊主にならないために適当にそのやってる映像を撮って YouTube にアップしようっていうふうに思ったのがチャンネル始めたきっかけなんですよね。でこれ人に見てもらうっていうよりもYouTube だからね、視聴者が3人とか4人とか毎回ねアップすれば見ちゃうと思うんで、誰かしらに見られてるっていうことで続けられるかなって思ったんですよね。あとは YouTube にアップするっていうのは単純にね無料のクラウドだくらいなね
気持ちでやってて、そうそう、それでまあある程度アップしたらその動画はねまた削除してみたいな感じでやろうかなと思ってたんですけど、その動画を1回最初の1本目からかな、コメントがついちゃったんですよね。まあ、当たり前って言えば当たり前かもしれないんですけど、その頃は知らなかったんですけど、 YouTube ってチャンネル開設して1回目の第1本目の動画って結構ね拡散されるようになってるんですって。だから1本目ってある程度視聴者数は回るようになってるんですね。だからそれを知らなかったんでそこそこだから視聴されたんですよね。それでコメントがつくと、コメントついちゃったな、でも逆に見てる人がいるから三日坊主やめられないなみたいな感じで、毎回アップしてるんじゃなくて毎日やってるけど週1ぐらいで上げればいいかなぐらいに思ってたんですけど、そんな感じでこう動画3本くらい上げたら登録者数が50人くらいいったんですよ。50人くらいっていうか50人いったんですよ。そしたらコメントの中で登録者数50人おめでとうございますみたいなのがなんかコメントくださった方がいて、なんかこうそれを見て、登録者が50人になってしまったのかと思って、これいきなりこうチャンネルをバッて消しちゃうのはちょっと不義理だなっていうか、できないぞみたいな感じになってなんかそうそう、私結構律儀なタイプなんで、それでなんかそのまま続けちゃったんですよね。でこのチャンネルの名前も40代のとこちゃんっていう名前にしたのはそのエクササイズというかね、この動画を上げるにあたってその自分での記録として、その時私がねちょうどあと1ヶ月で45歳になるぐらいの年齢だったと思うんですよ。だからまあちょうど40代ど真ん中だったんで、これは私が40代の時の記録だなって後々見てすぐイメージっていうか分かりやすいっていう意味で、自分のために40代のっていうそういう分かりやすい記録、その頃の記録みたいな感じでそういうチャンネル名をつけて、でなんかこうあととこちゃんって入れたのはなんとなく40代の時の私の記録っていう意味で、なんとなくこう自分の40代ですみたいな感じで入れました。でなんか自分のことちゃん付けするのはちょっとあれなんですけど、ただなんとなくこう YouTube チャンネルとしてなんかこうちゃん付けとかさん付けとかするとちょっと物語感が出るじゃないですか。40代とことかだとなんかちょっとスンって感じなんで、だからなんとなく勝手に独りよがりで40代の時のとこちゃんでございましたっていう意味でつけたっていう感じで、それがなんか今は巡りに巡って一つ目のチャンネルは間違って自分で削除しちゃって、それで結局同じチャンネル名で今度はこうラジオ配信というかね、喋りメインの配信で続けて、なんか知らんけど習慣になったっていう感じなんですね。まあそんな感じのチャンネル名なんですよ。ちょっと説明超長くなったんですけど、まあですがね、その私ももういわゆるアラフィフという感じで50を射程圏にっていう年齢になったので、この40代のとこちゃんっていうチャンネル名が若干ちょっとっていう感じになってきたので、チャンネル名はねそのうち変えようかなって思います。なんだろう、こうとこちゃんのとこちゃん入れないともうこんだけとこちゃんになっちゃったから、とこちゃん言ってる感じになっちゃったから、とこちゃんは入れないとなんで、とこちゃんの独り言とかね、そういうこう特にひねりのない普通の名前にしようかと思います。当たり障りのないでまんまのネーミングなんで、そういう感じになるだろうなっていうふうに思います。まあそんな風にチャンネル名を
まあそろそろ変えるだろうなっていう感じですね。あともう一つ、この40代のとこちゃんっていうチャンネル名だと、いわゆる40代の方がやっぱり見やすいと思うんですよね。40代とかそれ前後の方向けのチャンネルだなというか、まあ逆に30代とか20代とかの方からすると、ちょっとまだ自分が見るのには早い40代くらいの方の周りのお話をしてる、40代の人なんだろうなっていう感じになるので、おのずとね、視聴者層がね、初見で30代20代とか若い方はもう関係ないっていう風に認識しちゃうと思うので、そういう意味でもね、チャンネル名自体で年齢とか世代とかをフォーカスさせない名前の方がいいなっていう風に思いましたね。結構ね、私前からこの YouTube とか始める前から結構思ってたんですけど、若い女の子とかと結構話すの好きで、あと自分がその若い女の子だった時に結構いろいろ人生苦しんだんでなのでそういう意味でなんかなんていうのかな、その時の自分に話すような感じでなんか話してあげたいなっていう気分が、そんな大層なことじゃないんですけど、多分ね、それがね、自分にとっての記憶の癒しになると思うんで、だからね、もうちょっと若い子とかが見てくれたら嬉しいなっていう気持ちはありますね。そういう意味でね、もちろんね、同じ年代の方が見てくれて嬉しいんですけれども、特になんだろう、その中高年だけに話してる内容でもないつもりで話してたんでそういう意味合いもあっていいかな、チャンネル名変えるのはいいかもねって思いましたね。で、ちなみにね、私のチャンネルの視聴者層はYouTube アナリティクスを見るとこういう感じになってるんですよね。45歳から54歳が 44.4% っていうことで、これはこの1ヶ月間の視聴者層なんですけど、年間通して、基本的には同じだと思うんですけどね。だからもしかしたらね、これがチャンネル名を変えるだけでも若干少し変わるかもしれないですね。だから45から54が一番多いって、つまり私と同世代の人が一番多いんですよね。当然といえば当然かなっていう気がします。あとはね、日本の今現在の人口分布ってやっぱり団塊ジュニアと呼ばれてる世代が一番じゃないけど、一番か、そうだよね、一番かな、人口分布が多いはずなので、つまり団塊ジュニアって55歳ぐらいの前後の方ですよね。だから単純に人口が多いから45から60歳ぐらいまでの視聴者が多いっていうふうにも考えられるとは思うんですけれども、そんな感じでございます。そんな感じで何が言いたかったんだ、ちょっと、視聴者層の年代はこんな感じなんですよっていうのをなんとなく言ってみました。ついでに言うと、男女比はこんな感じで、男性4割女性6割っていう感じですね。女性の方が多いっていうのはちょっと同じ女性としてとっても嬉しいかなっていうふうに思います。なんとなく毎回コメントとか返信してると男性が結構多いような印象だったんですけど、視聴者層を見ると女性の方が多いっていう感じですね。もちろんね、このコメントをしてくださる方のなんていうの、名前だけで男か女かっていうのはちょっと分かんないっていうのはあるんですけども、はっきりとはね。でもなんとなく男性が結構コメント多いような気がして、どちらかというとですけれども、
だから男女の性質上男の方がコメントしやすい生物なのかなわかんないけどっていう風に思ったりとかしましたね。でも実際にはね見てくださってるのは6割が女性っていうことで、結構バランス的にはすごくいいんじゃないかなっていう風に思いましたそんな感じですかねどんな感じ、今日はこの後そうだな、やっぱお蕎麦とか食べようかなと思いますね。あの食べたいものっていう観点で言うと別に今日お蕎麦な気分じゃないけど、やっぱりね年の区切りみたいなね、年末感を感じるっていうのもいいもんだなって思うので、蕎麦食べようかなって思います。お蕎麦はね、いつも乾麺を年末に限らず常にね常備してるので、10割そばの乾麺があるので、それを茹でて食べようかなって思いますね。そうそう、お正月らしい食べ物とかね、一つも買ってないですまあいつものことなんですけど、なのでなんだろうな、その日に食べたいものもいつも通り食べるだろうなと思いますね。今日も明日もあとは今日は一応年末大晦日で、もうテレビとか見ないからね、年末感が出ないし、ちょっとあれなんですけど、せっかく年末だから年末だけにやってる面白いチャンネルっていうか、YouTube チャンネルとかないかなとか思うんですけど、年末のライブ配信とかで面白いのがあったら見たら面白いかもしれないですね。普段あんまライブって見ないんですけど、YouTube の中の検索じゃなくて選択のところでライブっていうのを押すと多分見れると思うんで、そこでライブやってるのを検索するとか、もしくはいつも通りいろんなチャンネルを見てダラダラして終わっちゃうかもしれないですねねえ、そんな感じで、大晦日だからって特別なことが思いつかないんですけど、そうですね、今年もこのチャンネルにお付き合いくださった方、どうもありがとうございました一応生存確認の意味も兼ねてね、定期的に配信しておりましたので、来年もね定期的に配信はするし、気が向いたらそのチャンネルの内容を微妙に変化させていくかもしれないし、いろいろめんどくさくなったらいよいよ映像もつけなくなるかもしれません一応 YouTube なんで映像はつけようとは思ってるんですけど、喋ってる内容と全く関係ないコーヒー入れてる映像をいつもとりあえず流してるんですけど、とにかく動画編集に手間と時間はかけないっていうのをモットーにやってるんで片手間でこのチャンネルはやりたいっていう気持ちでこれからもやっていこうかなっていうふうに思います。ということで、2025年でございました。それでは良いお年を。